私が高校生の時の話です。本を読むのが好きなので、学校の図書室によく通っていました。そこに、ちょっと気になる人物がいました。その人はうちの学校の制服を着た女生徒でした。図書室には、お決まりの多人数が座れる机以外に、壁際には長椅子が置いてあります。ちょうど夕日が差し込む窓際の長椅子に、いつも彼女は座って膝の上で開いた本を読んでいました。利用している生徒たちは、みんな机に座るので、長椅子が使われることはあまりありません。時々利用している生徒もいますが、直接にシビが当たる時間には、その椅子はいつも空いているのです。その時に彼女は図書室に現れて、指定席のようにそこに腰掛けて本を読むのです。首を前に倒し、うつむいた姿勢になっているので、長い髪が垂れ下がっており、顔は見えません。西日が逆光になって影になっているからというのではなく、山に雲がかかって山頂が見えないように、顔のあたりに霧がかかったように、いつも薄暗く陰っているのです。彼女が着ている制服はいつも冬服です。夏服の季節はとても目立ちますが、そんな彼女に誰一人として好奇の目を向けません。彼女の姿は、私以外には見えていないから。その人は生きた人間ではないのです。彼女は白くほっそりした綺麗な指をしていましたが、その指はページをくることはありません。ずっと同じページを読み続けていました。いつからそこにいるのか、なぜそこで本を読んでいるのか、彼女から邪悪な気配は感じられませんでしたが、関わることはためらわれました。彼女の邪魔をしてはいけない、という気がしたからです。図書室にいる女の人、知ってますか？同じ弓道部に所属する1年上の理科先輩に尋ねてみたことがありました。うん、知ってる。私が入学してきた時には、もういたね。理科先輩は私などは足元にも及ばない強力な霊感体質でした。力の強い先輩の近くにいるせいで、高校時代の私の霊感体質も共鳴するように研ぎ澄まされていたのです。まあ悪いものじゃないから、そっとしておきなよ。はい。でも、あの人、何の本読んでるんすかね？先輩は、涼やかな目をふっと宙に向けて、罪と罰。ぽつりと言いました。ドストエフスキーのを読んだことはなかったのですが、作者と作品名くらいは知っていました。どうしてわかったんですか？表紙は見えないのに。前は本を目元あたりの高さで広げて読んでたんだよ。表紙が見えるように。こんな風に、と先輩は、本を読んでいるような格好で両手を目の高さに掲げました。ああ、罪と罰だって思ったんだよ。もちろん口には出さずに心の中でね。だけど彼女には伝わっちゃったみたい。それ以降、彼女は膝の上で本を開く、あの姿勢で読むようになったというのです。先輩はちょっと肩をすくめて、手を下ろすとため息をつきました。悪いことしたかなって思ってるんだよね。見られたくなかったんですかね。かもね。と、いうことはそれまでは顔を上げていたということか。私はうつむいた姿勢の彼女しか見たことはありません。それじゃ今はうつむいて顔が見えないんですけど、その時は、目がなかったんだよ。先輩は私の問いを遮るように言いました。え、それでも読み続ける。もしかしたらそれが彼女の罪と罰なのかも。罪と罰。私は思わず体を震わせました。見えない目で本を読み続ける。それは想像を絶する苦しみのように思えたからです。先輩は私の顔を覗き込むと、ダメだよ。哀れんだりしちゃ。気づかれたり、君が同調してしまったら、まずいことになるかもしれないから。厳しい表情と、きしゃりとした口調で言いました。私は、はい、とうなずくしかありませんでした。先輩は、ふっと表情を和らげると、まあ、彼女もそんなことは望んでないだろうけどね。そう言って首をかしげました。私は、どう返事していいのかわからず、黙り込むしかありませんでした。先輩はそんな私をしばらく見つめていましたが、肩を、ポン、と軽く叩くと、苦しむこともまた才能の一つである。でね。と、謎のような言葉を言って笑いました。何ですか？意味がわからず問い返しましたが、先輩はそれには答えてくれず、それよりさ、もう試合が近いんだから気合い入れて練習してよ。最近、一中とか二中ばかりじゃん。そろそろ海中出さないと、段位審査も受けさせてもらえないよ。と、厳しい口調で言いました。ああ、頑張ります。弓道は1試合で4本の矢を打ちますが、的に矢が1本、2本当たることを1中、2中と言います。4本すべて当たることを、海中と言います。とても難しい。そこでその話はうやむやになったのですが、私がそれをドストエフスキーの言葉だと知ったのは、もっと後のことでした。彼女に同情したり、哀れんだりしてはいけない。理科先輩が心の中で、本の題名を言い当ててしまっただけで、
彼女に伝わってしまったのです。私の胸の内なんて筒抜けになってしまうのでしょう。だから私の足はおのずと図書室から遠のいていきました。読みたい本があれば貸し出しを受けるようにして図書室で本を読むことはしなくなりました。図書室で授業のある場合はできるだけ彼女が座っている場所から離れ視界に入れないようにしました。彼女に私の心の中が分かってしまったら何か悪いことが起きるかもしれないという恐れもありましたが、それ以上に彼女に干渉してしまっては申し訳ないと思ったからです。彼女は私が卒業するまで罪と罰を読み続けていました。そして私が卒業して15年近くの月日が流れました。今も彼女は西日の当たるあの長椅子に座って本を読み続けているのでしょうか。見えない目で読み続けなければならない彼女の罪とは何なのでしょうか。高校生の頃は同じ年齢の彼女がそれほどの罰を受けなければならない理不尽に憤りを感じもしました。そして大人になった今ではまだまだ子供と言える年齢の少女がとても哀れでかわいそうでならないのです。しかし理科先輩が言った苦しむこともまた才能の一つであるという言葉は絶望の中にも焼けつくように快感があると続いています。苦しみを知っているからこそ希望を持つこともできるということであれば、いつか彼女は苦しみから解放されるのかもしれません。そうあってほしいと願っています。